こんにちは、アンナスです。今日はユニクロの、シャツに刺繍しようと思います。もうちょっと撮影してしまったんで、もう出来上がってるんですけど、これを作りたいと思います。なんかシアサッカーなんとかっていう、チュニックみたいなやつですね。あとね、スカートも一緒にセットで買ったんで、ちょっとワンピースっぽく着れるんですけど、でもそれのここだけをちょっと刺繍アレンジしてみたので、よかったら動画見てください。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっとやっていきたいと思います。だいたい私普段 M サイズか L サイズぐらい買うんですけど、なんか結構首元が詰まったデザインのだったので、ちょっと大きいやつを買いました。わざとダボっと着ようと思って。で、なんかシアサッカーっていう素材で、なんかポコポコしてる、ふわふわしてるんですよね。なんか普通に刺繍すると、このわざとふわふわしてる生地をギューって伸ばして刺繍しなきゃいけないので、普段の私の図案をここに刺繍するにはちょっと大変な感じになってしまうんで、それでもう記号みたいな、色遊びみたいな感じでやっていこうかなと思います。とりあえず金は入れたいですね。で、ピンクとブルーを持ってきたんですけど、ちょっとブルーが強かったらやめるかもしれないです。ピンクだけにするかもしれない。で、なんかあんまりお花みたいなのをやると結構合わせる服が大変になってきたりとかするので、なんか多分ね、記号みたいなのをたくさん散りばめるのが無難かなと思います。なので今日はそういう感じでやっていきます。で、米雪の結晶みたいなマークにしようと思います。ちょうど真ん中、服ってきっちり中心決めなくても結構着てるうちに動くから、ざっくりではいいとは思うんですけど、でも一応真ん中は決めておきますね。だいたいこの辺ぐらい。あんま折り目つかなかったですね。この辺ぐらいに、そうですね、20ポイントぐらい。これ2センチなのかな？なんかこう、これでどうでしょう。服だから割とこれぐらい大きくないと存在感出ないと思うんで、ちょっとじゃあこれで水玉模様みたいに均等に描いていきます。もうだいたい目分量、あとここが一応縦と横でこう分かりやすくはなっているので、これを基準にざっくり米印、漢字のお米の米ですね。で、ここをストレートステッチで埋めていこうかなと思います。はい、では、上から1、2、3、4段ぐらいで、だいたい横幅がね10センチおきぐらいで、縦もねだいたい9ぐらいですかね。9センチ10センチずつぐらいでこう交互に並べました。で、あんまり下までやってないです。あんまりね下までやるともう大変だし、上の方でやっといた方がちょっと痩せて見えるかなと思ってなので上の方だけで、6本取りにします。ピンクで6本取りにして、で玉留めで刺繍枠使ってもいいですけど、なかったらなくてもいいです。もうこのままやってもらって、ででも私は枠あった方が好きかな。ここのなんかたるみがちょっとわからないんで刺繍枠使います。これで
まあ、どっちでもいいと思います。枠してもしなくても。やっぱ枠するとこのシアサッカーがこうシワが伸びるんでねなのでちょっとこう枠をしっかり広げて、あんまりシワを伸ばさないようにして枠をはめて、まあ無理ですけどね。ではめてから締めるといい感じかな。はい、ちょっとこのポコポコ残しておいた方が可愛いと思います。これで一気に縦一気にいかないで半分に分けて、縦と横とやってで斜めもやって、かわいいです。で裏多分こんな感じなので、多分ね肌に当たっても刺繍糸柔らかいんで全然痛くないと思います。チクチクはしないと思うんで、ちゃんと DMC とかコスモとかを使えば大丈夫です。でこれに金糸を久しぶりに使いますね。錦糸のこの22番で2桁番台の結構太めの金糸があるんですけど、なんか金と銀の間みたいな色があって、ちょっとこれを使います。金糸はあんまり長く出さないです。だいたい25番刺繍糸は使いやすい長さで65センチとかにカットしてるんですけど、これも結構長かったな。まあでも30センチ、3、40センチぐらいですね。今見た感じ。3、40センチぐらいにカットして、ちょっとね、20センチとかだとなんかあっという間に終わるんで、まあどうせ今日の場合は糸をすぐに変えるから、もうこの米印だけやったらもうすぐ糸切っちゃうんで短くてもいいんですけど、要はこうやって布に糸がシュルシュルってこう通るたんびにこの金糸がこうよりがほどけてぐちゃぐちゃになるんですね。なのであんまり長くしない方が綺麗なよりのまま綺麗な刺繍糸を保ちながら刺繍ができるので、長く出すと布にくぐらせてる通っている時間が長ければ長いほどぐちゃぐちゃになるので、でまた米印をピンクと同じように上からなぞっていきます。なんか本当は太めの針を用意して一緒に入れて一緒に刺すといいのかもしれないんですけど、ちょっと私は金糸をあんまりうまく扱える気がしない上手に多分できないんじゃないかなと思ってちょっと別々でやってます。こんな感じですかね。これ金糸だけだとちょっと存在感が弱すぎると思うんで、なんか玉留めのスタートは変えた方がいいかもですね。同じスタートにするとなんか玉留めですごいこうごちゃごちゃしそうなんで、終わりも玉留めにしてます。私ちょっと玉留め苦手なんで最初の玉留めが長くなっちゃってますけど、はい、こういう感じです。
なんかピンクだけでいいかもですね。じゃあこれでもう青を使わずにピンクだけを全部やっていこうかなと思います。ちょっとこうふわっと浮いてる感じかわいいですね。これで1個ずつ、こっからここまでね、さすがに渡り糸はダメなので、1回ずつ切ってくださいね。で、また、じゃあ次隣に。って感じで、ちょっと全部やっていこうかなと思います。ちょっと仕上がったので見てみたいと思います。こんな感じです。なんかただピンク入れるだけっていうよりかはちょっと金が入ってるんで大人っぽく切れるかなと思います。でお水で図案を消します。こういうところチャコペンなんでちょっとしっかりついちゃってるかもしれないんですけど、こうやってお水で濡らして消していって、まあ洗濯するのでね、洗濯しますよね。もう夏の服だし多分ガンガンに洗濯すると思うんで、もう濡らせばすぐ消えるから大丈夫だとは思いますが、まあ最初はねちょっと綺麗にこうやって1個ずつ消していってもらって、で切ってもらって、で出来上がりです。もう上だけ、下はやってないです。下なんかちょっとこうクシュクシュとなってて、ちょっとゴム入ってるんですよね。で半袖なんですけど、なんか袖によってもね可愛いですけど、結局そのふわふわの生地なんであんまりがっつりサテンステッチの何々みたいなのはできないんで、こういう感じ、レゼデージとかそういう感じでやるしかないかなと思います。でも可愛いんでぜひ皆さんやってみてください。1時間ぐらいあればできると思います。では以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。